さて、バイオハザード、デッドスペース、サイレントヒルといったあらゆるホラー系ゲームに影響を受けて作られた作品が PC のほか家庭用版各種でも発売とのことで、今回はクロノス、ザ・ニュー・ダウンの紹介を行います。こちら、レイヤーズ・オブ・フィアーという作品で一躍話題を呼んだ開発会社の手掛ける最新作です。当時怖すぎたサイレントヒルの番外編ホラー PT がありましたが、その演出や雰囲気を一部模倣して作られていました。後の作品も常にサイレントヒルを念頭に置いて作られ、それがため本家サイレントヒル2作目のリメイク版を手掛けることになったのはここ最近の話です。ただの模倣ではなく独自要素との融合も目指すとも発言されており、品質の高さにおいては目を見張るものがあります。開発規模は中規模ですが、見た目、演出、雰囲気作り、サウンドなど AAA 級と評価されることが多いです。実際にサイレントヒルの作曲家を起用したこともありました。今作クロノス・ザ・ニュー・ドーンも漏れなく一級品のプレイ感触を得られ、敵を踏みつける部分はデッドスペース、燃やして消去し、異次元倉庫はバイオハザード、霧のかかった景観はサイレントヒルさがあります。他にスタルカーのような超常現象、アノマリー要素を用いたパズルもあり、これはもっと古い作品から影響を受けているとのことです。有名作をミックスして作るのが何よりも長けている会社と言えます。一方、AAA にならない理由としてボリューム面があります。対策は物量が必要で、中規模な会社ですと作るのが難しいです。マップはそこまで広くなく、一本道系になったり、クリアするまでそこまで長くもありません。これは逆に言えば程よいと言えるし、最近は AAA は遊びきれないことも多く、オブシディアンのようにあえて中規模開発を売りにする会社もあります。ホラーゲームならなおさらで、あまりに時間を要するとだれてきてしまい、恐怖演出のメリハリを出すのが難しくなります。よって今作の開発会社ブラッパーチームのホラーは世のニーズにかなった最適な作品を作り上げるスタジオと言えます。クロノス・ザ・ニュー・ドーンのプレイ時間は寄り道して15時間ほどであり、ニューゲームプラスも用意されています。道中パワーアップした装備で2周目を遊べ、1周目では行けなかった場所に行けそうな感じがあります。恐怖に怯えつつ街中を探索しながらそこらに落ちているログを読むことで、この世界で何が起きたのか判明していきますが、2周目では隠されたメッセージがあるかもしれません。戦闘はチャージショットをうまく敵に当てるとひるんでくれ、連続して攻撃を当てられます。結構チャージ中は照準がブレるため、そこに難しさがあります。銃をアップグレードするとブレが減ったり、チャージ時間短縮が行えます。どっちはないため、敵に攻撃されそうな場合は、あえて敵側にダッシュし、背後側に抜けるとか、動きに工夫が必要です。すり抜けざま、近接で殴っても良いです。あるいはバイオ4からある足を狙ってこけさせ、デッドスペースの踏みつけを頭に決める方法もあります。探索中素材を得て弾や回復薬を作るクラフトはザ・ラストオブアス風でもあり、効果音はザ・ディビジョン風でもあります。世のトレンドのあらゆるホラー演出をこれでもかと楽しめる作品のため、一級品の TPS サバイバルを遊んでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。発売日は2025年9月5日で、価格は7950円です。デラックス版は前もって遊べ、PC のほか Switch 2、PS5、Xbox にも対応しています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、序盤ある程度進めた要素をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。クロノス・ザ・ニュー・ダウン。さあ一体、どんな内容なんだ。負けることは学ぶことである。何が待ち構えているか分かれば、次はしっかり準備を整えられるだろう。なんともやり直せって話か、これは。お、なかなか活かしてるじゃないか。おお。一瞬でナックに切り替わった。すごいな。超兵器だ。このヘルメットが特徴的ですね。ウルトラマンの怪人に出てきそうな、そういう頭してるけど。石の棺から出る。メッセージの途中で止まってしまったぞ。電力が。射撃と照準。これで狙いを定める。ちょっとエイム感度が低いかな。やたら感度が低いのはまあ、そういうゲーム性にしたいって話かな。あえて制限を設けて、恐ろしさを出す的な。あれ撃つの？おりゃ、間違うのか。うまくいかない。何を狙いんだ？超つがい。チャージショット。うおー。ああ、やったー。ちょっとブレますね、チャージショットは。照準が。さあ、外の世界はどうなってるんだ？何にも見えませんね。トラベルログを開始。しかし反応はない。でも使命に従って動くようだね。
ああ、こっから自由か。コンパスで、画面に表示されるんだね。ミニマップ形式がない。外のようだけど、ほんと何も見えないね。シフトは、ダッシュか。スタミナあんのかな。弾はあんのかな。右下に6って書いてあるね。結構弾がシビアだと聞きましたけれど。なんだこりゃ。水を溜める場所かな。明かりがついてるが、乗り上げるにはいい。よっこらしょう。ベンチがあるぞ。なんだこれ。もう世界が滅びてんのか。もしくは、核の灰でね、覆われてしまってるんですかね。どこの公園だ。人形もあるけど顔がないね。撃ってみたい感じもするけど、弾に限りがあるからな。これは出口なのか、もしくは何かの入り口なのか。行方不明者、いっぱいいますね。入ってみるか。アパートかな。道路だね、ここはね。公園脇の。これ入るって言われてんのか。アクセス。さあ、入れてもらえるようですが、中に入る。ここには何があるんだ。誰がいないか。なんかお店でもありそうな場所ですけれど。今のところライトはないのかな。周囲にある文字や標識を見ると、翻訳が表示。これか。あなたはわかる。その目を見れば。目を見ろということか。さらに。大切なのは創意工夫。食料を捨てるな。隣人たちと分かち合え。なんか、戦時中なのかな。もう物資がないんだろうね。食料とかも。工夫をして生き延びろと。階段は登れない。ここはどうだ。こっから下には入れないか。開けるな。レフトクリックでパンチ。殴った。入るなと言われたが。思いっきりぶちまけましたね。ほら。なんか落ちてるよ。エネルギー、通貨、武器のアップグレードと交換できる。しまっちゃったよ、勝手に。結構いろいろ叩けんのかな。腰ダメショットはなさそうだね。この感じで。ちゃんと狙う必要がある。こっちも開きそうだね。こっから調べるか。あれ撃てと言われてる感じがする。はい。何もなしか。残り5発だ。これはエネルギー。テレビか。ちょっと割れてるけどね。あっち行けそうだね。スペースでこれ踏みつけかな。なんか違うゲームで見たことあるね。石の棺といい。ちょっとジャンプは今んとこなさそうなんで。中は感染している。この中。じゃあこっちだな。ドアが勝手に閉まるの恐ろしいね、ちょっと。これ開きませんね。うら！開かないか。学校はなし。いつのメモだこりゃ。外に行くなって言われてる。父さんがオレンジを持って帰ってきてくれた。すごい変な感じ。酸っぱいと。オレンジが怪しいな。さらに、危険な遊び。さっきの日付からまだ20日後ぐらいかな。ずっと家にいると。遊び場で誰かが変なことをしている。何もかもめちゃくちゃ。トラックがたくさんあって、砂袋。で、10日後には、父さんが病気になった。母さんはチェスが下手。26日、父さんが良くならないとクリスマスは楽しめない。夜中に何かが爆発する音が聞こえた。雪の上で誰かが寝転がっている。母さんは花火だって言っていた。僕がもう何歳か分かってないのかな。あの中にカロルもいた。友人が外でね、転がっていたと。ここはこうやって入るんだ。これは、ローディングを挟む場面かな。恒例の。さらにメモ。真っ赤。さっきの2日後、母さんが気の毒だと。目が真っ赤である。病気が移るかもしれない。父さんの部屋には近づいちゃダメだ。何かがおかしい。母さんがいなくなった。この2日間でいなくなってしまったんだ。さらに、母さんは父さんの部屋に入っちゃダメだって言ってたけど、父さんがすごく苦しそうなんだ。僕の名前を何度も呼んでる。母さんはまだ帰ってきていない。どうにかして父さんを助けてあげないと。何にも食べてないんでしょ。隔離してまま。それは苦しいよね。おう、なんだこりゃ。なんかあるぞ。頭。おら。これ撃てと言われてる。おら。
なんなんだこりゃ。ここはどうだ？お、ここで鍵を使える。父さん、いるのか？あそこ。穴が開いてる。下にもね。もうドアが意味をなしませんね、これは。これは化合物。なんかのクラフトに使うのかな？弾が作れる。あとは、回復薬かな？弾を作ってみよう。5発。インベントリが少ないね、これ。あんまり余裕はないな。リロードした。アイテムを取り終えた後の音が。ディビジョン風でもいいな。さあ、下を伝って、ローディング完了。ああ、なんだ。近接攻撃。もしくは踏みつける。ほい。踏みつけでも壊せるんだね。お、聞こえる。ブリブリって音が。これか？ブリブリは。ほら。こっちになんかあるぞ。穴が。ああ。声がする。いやいやいや。あれはマネキンか。なんだこの後にマネキンが。服屋か？これなんだこれ。罠っぽいけど。あ、通れるんだ。なんかいたよ。ラットローチかな？でっかい何かいたね、今。ハウ、虫みたいのが。さあ、番号が必要だ。現状わからん。で、いつの間にか明かりついてますね。明かりをつける能力を手に入れた。開いた。あ、ここでセーブできるんだ。これはなんだ？ログかな？あ、音声付きだね。ヒューズがあって、エミッターレリックが1台残されている。暗証コード367。これかな？誰がいないか。あれが怪しい。なんか動いた。しかし、何もいないじゃないか。これは2つ目か。ヒューズ見つけたけど。おう。ドアが開きそうな音がする。これか？それよりも上に上がる方法がない。来たー！ハイショットだ。発射。甘い。おお、どうやってかわすの？かわし方わかんない。どっちもなんもないし。うらやったか。まだ。うら、この野郎、パンチでうら。近接。連打で何とかなった。ヘッドショット。決まったか。踏みつける。オーファン。これは似たやつかな。これ人の顔だよね、どう見てもね。どっちなんだ？何人もいる、もしかして。これで開くんだ。発電機を起動させる。さらに、前任者の場所に行く。最後の居場所。こんなとこに何があるってんだ？新聞かな？混乱は制御下にある。間もなく平和が戻る。ポーランドの大半の都市を襲った危機。外国からのウイルス。で封鎖されたんだね。隔離状態か。オートセーブ。さらにログですね。誰のログだ？オーファンズは合わさるとより強くなる。敵のことかな？明かりが消えた。停電だ。何も見えない。まずお宝。どれだお宝。これか。鍵を発見。なんだありゃ合体すんのか。オーファンズ。作んのこっちに。これ、窓越しに撃てないの？やばい、来るぞ。どこ狙いの？どこ狙いかわかんない。どっちがないからわかんない。でも、合体した分はね、分離したのかな。思いっきり食らったけど。やったか。これは異次元倉庫かな。何を預けたらいいんだ？ここでアップグレードができるワークステーション。なんか買えますね。エネルギー使うんだ。もしくは売れる。
アップグレードはスーツかハンドガン。スーツはこんな感じで鍛えられますと。インベントリスロット。これ重要なんじゃないの？資源上限ってなんだ？武器も鍛えておかないと厳しいんだろうね。安定性が増せば、チャージショットがね、安定すんのかな。リロード、チャージ速度、火力。まずはスーツ鍛えるか。インベントリスロット。ディスペンサー、火炎放射器の弾を補充する。トーチ燃料。これがバイオマス。お、来た。なんだ。体を中心に燃やしましたね。明るい。やったー。自由だー。なんか、見事になってんな。前方が、超常現象が起きている。ここはゾーンなのか。また焼却。なるほど。燃やせる。バイオワンリメイク的なマッチで燃やす。じゃあこっち燃やすか。よいしょ。燃やすということはね、出てくるんだろうね。それを合体しようとするやつ。ちょっと早すぎたんじゃないの？燃やすの。こっちじゃないか。燃やすべきは。2体転がってるぞ。上から血が垂れてる。上にも食べられそうだ。なんだあれ。黒い何かがあるぞ。警告対立。来たか。合体されるぞ。気をつけろ。早くて。まずい。よし。もうダメだ。この野郎。いいぞ。振りほどいた。で、あれは何なんだ？なんかの磁場的な。アノマリー。超常現象が起きてる。エミッター、アノマリーだ。奇妙な現象のコアを狙い、レフトコントロールを押し続けると、操作できる。普通になくなりましたね。一応できた。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。